不動産屋さんの階段です。不思議な体験ってやっぱり白昼夢か幻覚だったのかなって思ってしまいますが、後にそれが現実だったと証明できそうな情報と出会うこともあるんですよね。これは現在50代の男性の方が高校生の時に体験したお話です。その方を仮に春雄さんとしておきます。当時春雄さんは定時制高校に通っていたので一人暮らしをしていました。そこは6階建てのマンションの4階だったそうです。間取りはというとどこにでもある 1K で、入り口を入ると左手にキッチン、右手に風呂場とトイレ、奥に6畳の部屋があるだけでした。それは春雄さんが実家から久しぶりに自分のマンションに戻った時のことだったそうです。また一人暮らしに戻れた開放感で、春雄さんは暑い日などは部屋の中でパンツ一丁で過ごしていました。そんな夏の暑い日でした。昼間の仕事と夜の学校で疲れていたのか、マンションに戻るとバタンキューで事切れたように寝入ってしまったそうです。その時も相変わらずパンツ一丁で寝ていたのですが、なぜかそのパンツが少し腰より下にずれていました。すると閉じているまぶたの上からでもわかるくらいの明るい光が6畳の部屋に差し込んできたそうです。あまりに明るくなったので春雄さんは目が覚めてしまいました。あれ、今何時ぐらいだと思って春雄さんは上半身を起こして窓の外を覗いてみたそうです。すると外は見事な夕焼けで、人生で見たこともないくらいのきれいなオレンジ色の空でした。春雄さんはわあきれいだなと思ったのですが、そのすぐ後、おやと気がついたそうです。春雄さんの寝ているこの部屋は洋室で絨毯が敷いてあるのですが、いつの間にかそれが畳の部屋になっていたのです。春雄さんはあれ、ここ誰の部屋と困惑しました。一体自分はどこにいるんだと思い、何かしらの手がかりはないかと腕を伸ばして周りを探ってみたそうです。でもそこには自分が寝ている布団一枚だけが畳の上に敷かれていて、他は何もない空間でした。さらに困惑した春雄さんは窓の外を見てどこなのか確認しようと思いました。立ち上がろうとしたのですが、パンツが腰より下にずれていたためすぐに立ち上がれなかったので、膝立ちをしてそのまま数歩膝歩きをして窓の方に行きました。春雄さんは窓の外を見て驚愕したそうです。そこにはいつも見ている景色と全く違うものがありました。それは春雄さんが小さい頃に見た木造平屋の家々が立ち並び、マンションなどの高い鉄筋のビルなどは一つもありませんでした。そしてさらに驚いたのは、窓のすぐそばに一本の電柱があるのですが、それが現代のものではなく、昔の木製の電柱になっていたのです。春雄さんは、これはやばい、他人の家でパンツがずれた状態で寝ていたと思ったそうです。なぜ自分が他人の部屋にいるのかを考えるより先にパンツをきちんと履こうと思いました。でも慌てたせいか汗ばんでいたせいか、パンツを持ち上げようとしてもうまく上がりません。そんなことをしていると、突然ドアの方から音がしてきたそうです。それは誰かが部屋のドアの鍵を開ける音でした。春雄さんは、まずい、多分この部屋の人が入ってくるとかなり慌てたそうです。その玄関ドアもマンションの鉄製の扉ではなく、昔の木製のものに変わっていました。今にも何者かがドアを開けて中に入ってこようとしていました。こんなピンチの真っ最中、春雄さんはとっさに考えました。ここは自分の部屋だということにしよう。それで押し切ろう。と都合の良いことを思ったそうです。春雄さんは固唾を飲みました。すると古い木製のドアが静かにスーッと開いていき、それとともに隙間から眩しいオレンジ色の光がさーっと中に入ってきたそうです。
そのオレンジ色の光の中に小太りの男性一人が立っているシルエットがありました。逆光のためその男性の顔や服装などはよくわからなかったそうです。ただその雰囲気から春雄さんはなんとなく喧嘩ではこいつに勝てるなと思ったというのです。まだ若い春雄さんは先手を打とうと思い、なんやこらと男性に凄んだそうです。するとその小太りの男性は、いや何もと静かにポロッと言うと、ふーとため息をつきました。春雄さんは男性の意外に落ち着いた反応に少し戸惑ったそうです。そしてその男性はポケットから何やら小型の機械のようなものを取り出しました。それは今で言うとスマホではないガラケーのような折りたたみ式の携帯に似ていたそうです。そしてカチカチとその機械に何かを打ち込んでいるようでした。春雄さんはこの男は一体何をしているんだと少し気味が悪くなったのですが、その男性は最後の入力だったのか何なのか、少し大ぶりに指を振ってボタンをカチンと押したのでした。するとその瞬間、春雄さんはものすごい金縛りになったそうです。同時に強い耳鳴りの音が響いてきました。あまりのひどい耳鳴りの音で春雄さんは耐えられなくなり、目をつぶってしまったそうです。多分その間の強い金縛りは時間にして1分程度だったそうで、突然ストンと金縛りが解けて体が自由になりました。そして春雄さんがそっと目を開けてみると、そこは元の自分の部屋だったそうです。いつもの絨毯敷きのマンションの部屋でした。春雄さんは、あれ夢かな、すごくリアルだったが、と最初は半信半疑でした。するとふと自分の膝を見ると、膝立ちをずっとしていた時についたのか、膝小僧に畳の跡がくっきりついていました。それで春雄さんはやっぱりあれは夢ではないと確信したそうです。それでもあまりに荒唐無稽な体験だったので、ずっと誰にも話さずにいました。それから15年ぐらい過ぎた時でした。その頃にはネットも普及し、春雄さんはある日2チャンネルの書き込みを読んでいました。その中に時空のおっさんというものがあり、春雄さんの目を引きました。それは15年前のあの不思議な体験に似た話だったそうです。真っ赤な夕焼け、自分以外の誰もいない空間、わけのわからないおっさん、手には携帯電話のようなもの、これらが春雄さんの体験と合致していたのだそうです。それを読んで他にも春雄さんと同じ体験をした人がいたのを知りました。これは私の空想ですが、あの日春雄さんは何かのきっかけで時空を飛んで彼の部屋の場所の遠い過去に行ってしまったのではないかと思います。オレンジ色の光と一緒に現れた男性は、そういう時空の歪みなどが引き起こす誤作動を修復する人だったのではないかと思うんですよね。これもまた奇妙な不思議体験ですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。